はい、今回はベガスシリーズの標準エフェクト、ガウスブラーの使い方をご紹介していきます。こちらのエフェクトは、ムービースタジオとベガスプロ、すべてのベガスシリーズで使うことができます。そして、このブラーエフェクトというと、動画編集だけでなく、写真加工や画像加工ソフトなんかにも出てくるのですが、いわゆるぼかしのエフェクトとなります。適用していくと、イベント FX、ガウスブラー、追加、OK を押すと、これだけで画像をぼかすことができます。こちらがパラメータになるのですが、基本はシンプルなもので、2つのパラメータがあります。両方0にすると、ぼかしがなくなります。水平範囲の数値を上げていくと、横にぼけていくと。そして垂直範囲を上げていくと、縦にぼけていくと。基本はこれだけとなります。さらにチャンネルとあるのですが、今すべてチェックが入っているのですが、外して、例えば、赤にチェックを入れた状態でぼかすと、こんな感じで赤だけをぼかすことができるようになります。他にも、緑、青ですね。といった表現を作ることもできます。こういった表現はよく使うのは、この一瞬だけアニメーションでブラーさせる感じですね。そうすると少しノイジーな表現に作ることができます。といった使い方もできるのですが、ここではまず動画編集としての一番ベーシックな使い方をご紹介していきます。まずデフォルトに戻します。そしてメディアジェネレータですね。テキストを配置してタイトルを入れていきます。文字サイズを変えてフォントも変えていきます。こんな感じですね。そしてよくあるのが、こう最初背景がボケている状態ですね。そして最後文字がフェードアウトで消えていくと。このフェードアウトのタイミングに合わせてブラーが溶けていくような表現を作っていきます。まずフェードアウトが始まる時間にカーソルを合わせます。この状態でブラーのアニメーションをオンにします。時間カーソルは同期をオンにしておきます。そしてキーフレームを追加。時間カーソルをフェードアウトの終了時間に移動。そしてブラを両方0にします。すると、こんな感じですね。文字が消えると同時に背景にフォーカスが合うと。といった形ですね。こういった形でブラーがよく使われます。さらにもう一つ、テキストの方にもブラーをかけていきます。例えば、もう少しふわっとしたおしゃれ感ですね。を出していくときに、タイトルが4秒ぐらいでフェードインして消えるときも4秒ぐらいのフェードアウトで消えていくと。そして先にフェードアウトのスタート位置に先ほどのキーフレームの開始を移動。フェードアウトの終了に終わりのキーフレームを移動。すると、こんな感じですね。先ほどのブラーが溶けていくアニメーションが4秒間かけて行われると。さらに文字の方にもブラーを適用します。ガウスブラー追加 OK。そしてタイトルが出現する前の0秒にカーソルを移動します。この状態でブラーのアニメーションをオンにします。フェードインが完了するときに0に設定。すると、単純にフェードインしてくるだけじゃなくて少しブラーでふわっとした感じで出現するようになります。ちょっとこじゃれた感じですね。同じようにフェードアウトにも設定します。先にブラーの数値、この数値をコピーしておきます。そしてフェードアウトが始まるところでガウスブラー全体にキーフレームを追加。フェードアウトが終了するときに数値を先ほどコピーしたのを貼り付けます。最初のボケた数値ですね。そしてキーフレームをガウスブラー全体に追加。
すると、こんな感じですね。文字が消えるときにゆっくり、文字もボケながら、文字が消えると同時に背景にフォーカスが合うと。こんな感じでぼかしをベタっとかけ続けるだけでなく、アニメーションさせつつ他の動きと組み合わせることでいい感じの演出を作っていくことができます。今回は以上です。またお会いしましょう。